高等教育推進機構の三上直之と申します。最後の話し手になりますので、あと15分だけお付き合いください。地球温暖化ですとか、それから生物多様性の喪失、水や資源をめぐる争い、それから人々の健康に対するさまざまな脅威、グローバルな規模で待ったなしの課題が私たちに押し寄せてきているわけです。で今日私がお話ししたいのは、そういったグローバルな問題に対して、対処して、そしてその持続可能な社会の未来を切り開いていくために、政治に対して市民の声を反映させる新しい方法についての一つの提案です。で熟議というのがそのキーワードになります。でこれは十分にじっくり話し合うという、その程度の意味です。で例えば政治学の分野ですと、ここ20年ぐらいの間に熟議デモクラシーっていうのが一つの流行り言葉になっていまして、一つのトレンドになっています。でこれは人々がじっくり話し合って、政治的な意思決定に関わっていくということを重視する、そういった民主主義に対する新しい考え方の一つです。で政治的な意思決定に市民の意見考え方を反映していくというやり方としては、今までもいろいろなものが使われてきましたし、考えられてきました。例えば選挙っていうのはその非常にベーシックなものですし、それから例えば世論調査といったものもあります。で少し方向は違いますけれども、例えばデモ行進ですとか、署名活動、それから請願というような直接的な行動ですね。こちらでは社会運動というふうに今画面の方でご紹介してますけれども、そういった直接的な行動っていうのもあります。これもいわば市民の声を政治に反映する一つのチャンネルと言えるかと思います。でただ例えば選挙や世論調査っていうのを考えていただきますと、これは我々も投票したりアンケートに答えたりということをするわけですけれども、回答する人は非常にある意味では即席にパッと自分の答えを回答したり投票したりということをするわけですけれども、ただ一旦投票してしまうと、その後は例えば代表者であったり専門家にその先のことはお任せということになりがちであると。で一方で先ほどお話ししたその社会運動、直接的な行動の方はどうでしょうか。でこれは実際に行動するにあたってはじっくり話し合ったりとか、あるいは自分の中で物事をよく考えたりっていう、そういったプロセスが含まれるわけですけれども、これなかなかおいそれと誰でもすぐに参加をするというわけにはいかない部分があります。かなり参加のためのハードルが高いというふうに言っていいと思います。で要するにその幅広くいろいろな人の参加を求めようと思えば、なかなか選挙や世論調査のように浅くなってしまうし、で一方で熟議を伴うような深い参加というのはなかなか一部の人に限られてしまうという、そういうジレンマがいわばあるわけです。でこのジレンマですね、政治の参加に関するジレンマっていうことに対して対応する一つのやり方として、ここ20年ぐらい開発されてきたやり方がミニパブリックスという方法です。でこのミニパブリックスというやり方はどういうものかといいますと、その話し合われる議題に対して、直接強い関心を持っている人だけではなくて、無作為抽出や抽選の方法などを使って、参加者を集めます。でいわばくじ引きでですね、社会の縮図を作るわけです。でその社会の縮図として集められた人たちに、集まってもらって、少ない場合はですね10人ぐらいから、大きい場合は例えばこの行動を埋め尽くすような数百人ぐらいの人が一度に集まって社会の縮図を作るわけですけれども、でそういったその社会の縮図として集まった人たちに、短いものでは半日ぐらいとか1日ぐらいから、長いものですと1週間ぐらいかけて話し合いをしてもらうと、熟議をまさにしてもらうわけです。で実はですね、このミニパブリックスというやり方を社会の中で実際にどういうふうに実施して、それを我々の社会の政治的な物事の決定に生かしていくのかということについての研究がここ20年ぐらい行われるようになっています。で例えば今私社会の縮図と言いましたけれども、そういった社会の縮図に相当するような参加者を一体どうやって集めるのか、でそれから実際に得られたその結論っていうのをどう政治に反映していくのかというような、いろいろな実は研究テーマがあります。で同時にですね、この20年の間にこのミニパブリックスっていうものが世界中で数百ぐらいの数で開かれてきました。
で実は今から2年前になるんですけれども、このミニパブリックスというやり方を世界同時に同じテーマで開いてみようという、そういう社会実験が行われました。で私もその社会実験に国際共同研究のメンバーの一人として参加をしましたので、ちょっとこれからその社会実験の様子というか、どんなものだったのかということをご紹介したいと思います。でお話は今から2年前のことなんですけれども、2009年の9月26日のことになります。世界38カ国44の会場でそれぞれ100人ずつの市民が集まってミニパブリックスを開きました。でテーマは地球温暖化ということなんですけれども、でこの試みの特徴はですね、原則としてその100人約100人という同じ人数、それから全く同じ参考資料を使って、でその温暖化について全く同じ論点、同じ議題について、しかも同じ時間割で議論をするという、ミニパブリックスとしても世界初めての試みでした。でこのやり方はですね、このイベントをやろうということを呼びかけたのはデンマークの政府機関だったんですけれども、そのデンマークのチームの提案でワールドワイドビューズというふうに名付けられました。でこれ社会の縮図を作るわけですから、参加者はその年代ですとか性別ですとか職業、そういったものがその国の人口構成に合うように反映するように集められますし、それから普通の市民が集まって議論をするということですので、例えば地球温暖化の問題を専門に研究している研究者ですとか、環境保護団体の代表とか、産業界の代表っていう人はその参加者から除いてですね、一般の市民が集まるようなそういう社会の縮図をそれぞれの国で100人ずつ作って議論を行ったわけです。で私も実行委員の一人として、これは日本の会場で行われた会議の今様子をご覧いただいてますけれども、その日本の会場で行われた会議の司会とですね、企画運営を受け持ちました。今写真でご覧いただいている会議は日本の場合京都市で行いました。これは1997年にこの地球温暖化の問題に関する京都議定書が作られた土地ですけれども、で会議当日にですね、参加者は5、6人ぐらいのグループに分かれまして議論をしていきます。今ご覧いただいているその円卓に座ってまさに議論するっていうそういうスタイルです。で例えば議論のテーマとしてはですね、先進国は2020年までにどの程度温室効果ガスを削減すべきかですとか、それから例えばブラジルとか中国とかインドっていった新興国ですね、そういった国々、経済成長が著しい国々にどの程度削減目標を課すべきかとか、そういった具体的な論点をこれも世界共通であらかじめ設定をしておきまして、で、議論を進めていったわけです。でこのやり方の特徴はですね、議論の後に必ずしもグループの中では合意をしなくても構わないんですけれども、全員が1票ずつを持って投票をします。でちょっとどんなふうにやったのかというのを一つだけ例を挙げてご紹介したいんですけれども、例えば気温上昇を抑えるためにどういう長期目標を立てるべきだと思いますかっていう、そういう論点について議論をして投票しました。で回答をご覧いただきたいんですけれども、例えばアメリカとかロシアといった大国ですね、そういった国々ですと、2度以上上昇しても構わないっていう意見が数十%に上ってきます。ただ世界全体、日本もそうですけれども見ていただくと、2度以内の上昇、あるいはもうちょっと厳しく温度上昇を抑えるべきだという意見が圧倒的になるわけです。でどうしても国際会議の舞台では、大国のリーダーの意見が声高に発信されることになるわけです。でそういったものを我々メディアを通じて見るわけですけれども、各国の市民の声っていうのをこういうふうにリアルタイムで集計をしながら議論を進めていくわけですけれども、だいぶ違った様子が見えてくるということが分かりました。で今ちなみにご覧いただいた結果っていうのは他の質問の結果も含めまして全てこのワールドワイドビューズのウェブサイトで紹介されています。でご自分で結果をちょっといじっていただいたりしてご覧いただくこともできますので、興味のある方はこのウェブサイトぜひご覧になってみてください。でこの結果も含めてですね、政策提言という形で、地球温暖化の国際交渉の場に、提出をして、活用されたというふうになっています。でちなみにこの日今プログラムを、これ日本の会場でのプログラムですけどご覧いただいてますけど、丸一日、見ず知らずの人とですね市民が集まって議論をするってことをしたわけです。で私当日司会をしてましたんで、終わった後に参加してみて
こういう変わった会議に参加してみてどうでしたかっていう感想をお聞きしたんですけれども、なかなかですね、やっぱり多かった感想は、最初、こういうものに参加してみませんかっていうふうに声をかけられて参加した時には、丸一日も集まってその見ず知らずの人と一体議論することがあるんだろうかと。で地球温暖化について特に詳しいわけでもないしっていうふうに思ってたんだけれども、実際始めてみるとかなり議論に熱中できたと、充実感があったと、そんなことをおっしゃっている方が多かったです。でそれにしてもですね、一体こうやって市民が集まって熟議をすると、政治家でも専門家でもない市民が集まって熟議をするということに一体どういう意味があるんでしょうか。でこれは私は一言で言えば、こういった地球温暖化をはじめとするグローバルな問題っていうのが、やはり政治家とかその専門家だけには任せておけない問題になっているということだろうと思っています。で例えば先ほど例に挙げました地球温暖化の問題で言いますと、温室効果ガスの排出っていうのが、どの程度気温の上昇っていうのを引き起こして、でそういった気温上昇が起きると、どれぐらい例えば生態系に影響があって人間生活に影響があるのかということは、これはいわば科学の問題で、いろいろな評価分析っていうのが専門家の間でもなされています。で一方でですね、じゃあ影響をどれぐらいに本当のところ抑えるべきなのか、それからその影響を抑えるためにこれぐらい温室効果ガスを削減しなきゃいけないなっていうのは科学の問題だとして、それをどう各国の間で分担するのかっていう問題は、これは科学の問題だけではなくなってくるわけですね。価値観ですとか利害関係を含む、まさに政治的な意思決定の領域に入ってくるわけです。で考えてみますと、その温暖化によってもたらされる被害ですとか、温室効果ガスの削減のためにしなきゃいけない負担っていうのも、結局は濃淡はもちろんありますけれども、我々一人一人の市民に降りかかってくるわけです。やはり対策を決めていく上では、専門家とか政治家だけではなくて一人一人の市民の声を聞く必要があるという、理由がここら辺にもあるだろうと思います。で今日はミニパブリックスという方法をご紹介しました。でこのやり方はですね、まさにそういった市民の声を聞くべき問題についてであれば、どういった問題にでも活用できる、そういった汎用性があるものです。でなかなかその科学的な知識だけでは解決できない問題で、そこに価値観ですとか利害関係っていうものが絡み合ってくるっていう問題がたくさん増えてきています。でそういう問題について、市民の熟議っていうのを起こして、でその中で、持続可能な社会の未来を切り開くための答えを探っていくための道具、それがミニパブリックスだということです。で実はですね、北海道でもいくつかこのミニパブリックスの実験っていうのがすでにこの3年間ぐらいの間に5、6年の間にですね行われてきています。3つぐらいの事例がすでにあるんですけれども、で一つはコンセンサス会議という方法を使った熟議のやり方です。これは5年前に私たち北海道大学のチームと北海道庁とが協力して遺伝子組み換え作物の栽培をテーマに行いました。でそれからつい先週にはこのサステナビリティウィークの一環としてなんですけれども、市民陪審という方法を使ったミニパブリックスが北海道大学で行われています。でそれからこれはたまたま来週なんですけれども、ちょうどこの会場でですね、来週には北海道の中で初めて討論型世論調査という方法を使ったミニパブリックスを、これは私自身も参加している研究チームが社会実験として行います。でこれは非常に大規模なフォーラムでして、札幌市内から無作為抽出で募った約150人の市民の方に集まっていただいて、食の安全安心というテーマについてここで実際に話し合ってもらいます。で話し合った結果はそれとは別にですね、3000人を対象に札幌市内でアンケート調査を行っているんですけれども、そのアンケート調査の結果ともリンクして分析して、結果を行政にというふうにここに書いてありますけれども、例えば北海道庁ですとか札幌市に情報提供するということを予定しています。で今ご覧いただいた3つの事例、ちょっとご紹介した3つの事例に全て北海道大学が関わっているわけですけれども、でこれは偶然ではないと思います。で日本の他の地域でもそうなんですけれども、このミニパブリックスという今日ご紹介した一つの新しい、市民の意見の反映のさせ方の研究には、例えば海外でもですね、社会科学系を中心とする主要な研究大学がそれぞれの国や地域で関わっています。で大学の役割っていうのは何かっていうことを改めて考えてみますと、これは知識を不断に生産して、で同時にその中で人材を育成するということであろうと思います。
で今やですね私が思いますのは、こういったその知識の生産ですとか、それから人材の育成っていうことは大学の教職員だけが、あるいは学生が行うだけが行うわけではなくて、そういったその知識の生産とか人材の育成の中にまさに市民が参加をして、一体その社会で何が求められているのか、どういった知識が求められているのかということに敏感に応えながら行われていくべきものだろうと、そういった知識の生産の中にも市民参加ということが必要になってきているだろうというふうに思います。でそういうことを考えますと、人々の間に熟議や対話っていうのを作り出して、でその中でこの社会を舵取りしていく知識、あるいは知恵っていうものを紡ぎ出していく方法、そのやり方として今日ミニパブリックスっていうのをご紹介したわけですけれども、そういったその対話や熟議の方法を生み出すっていうこと自体の中に、今大学が取り組むべき非常に重要な知的課題の一つがあるんではないかというふうに思っています。今日はそんな知的フロンティアの一つをご紹介いたしました。どうもありがとうございました。